こんにちは。ドイツ在住ミニマリストのケイトです。今回はミニマリストの私が愛用しているキッチンアイテム20選をお届けします。すでに何度もリピートしているもの、試しに使ってみたら良かったもの、そしてこの先もずっと使い続けたいと思っているものばかりです。正直、好きなものだけに囲まれて暮らすことへの憧れはあるけれど、気に入っていないものすべてを今すぐまるっと入れ替えるのは費用面も考慮せねばならず、なかなか難しいものです。以前の私であれば、そんな現実と理想との乖離に耐えられず、気休めに物を買い漁ってしまっていたと思います。しかしそのままでは理想の暮らしが遠のいていくばかり。だから今は使っていないものは手放し、本当に気に入っているものはきちんと生かす。そんなことを意識しながら暮らしています。時間はかかるけれど、その積み重ねのおかげで以前よりもキッチンで過ごす時間がずっと好きになりました。毎日の台所仕事を少しでも楽しく快適にしたいと思っている方の参考になれば嬉しいです。それではどうぞ。まず一つ目は、マーナの極み冷凍ご飯容器です。中に入っているすのこが特徴的なこの商品。ご飯はラップで包んで冷凍保存する方も多いと思いますが、私はこちら一択です。冷凍ご飯をムラなくふっくらと温められる形を極めた保存容器ですと商品説明欄にある通り、嘘偽りのない商品です。他社製品のご飯を冷凍するための容器を使ったこともあるのですが、私にとってマーナさんの容器はお手入れのしやすさ、レンチンする時のノンストレスさ、外観、物持ちの良さ、すべてにおいて高評価です。ドイツのラップの多くは電子レンジ対応ではないものが一般的。電子レンジ対応のものも売ってはいるのですが、貼り付きにくく普段使いとして使うにはちょっとというのが正直なところ。そしてお値段も倍以上するのです。そういった背景も相まって、この保存容器には大変助けられています。ご飯を保存するだけでなく、他の使い方ができるのもお気に入りポイント。例えば傷みやすいバジル、すのこの下に湿らせたキッチンペーパーなどを敷いて冷蔵庫で保存すればいつもより長持ちします。お野菜に適量のお水をかけレンチンすれば即席蒸し野菜も完成します。お弁当やおかずにとちょこっとだけ蒸したい時に便利です。サイズは大でも小でもなく 180g のご飯が冷凍できる普通サイズを愛用しています。ちなみに食洗機も使用可能です。2つ目はコランダー&バットレクタングル蓋付きです。中の容器が水切りざるになっているので、野菜や果物などを洗ってから時間を置くことなく冷蔵保存できるのが嬉しいポイント。レタスなども大きな専用の水切り道具を使わなくとも、洗ってパパッと水を切り、蓋をして15分くらい冷蔵庫に入れておけばシャキッと食感になってくれます。さらにはごちゃつきがちな料理中もこのように重ねれば調理スペースが確保できます。濡れている容器は蓋を下に敷けば作業台が濡れずに済みます。そして電子レンジと食洗機にも抜かりなく対応。ありがたい。3つ目は山崎実業のタワーポリ袋エコホルダーです。その名の通りポリ袋を引っ掛けて即席くず入れも作れますが、その他にもフライパンの蓋を立てかけたり、様々な使い方が公式ホームページにも記載されているこちらの商品。我が家では水切りかごの代わりとして大活躍しております。コンパクトで見た目もシンプルなのに結構頑丈。我が家にある水筒で一番大きい 600ml の水筒を引っ掛けた時にも床につかない高さ設計が嬉しいポイントです。4つ目は無印良品のインド麺大判布巾です。先ほど紹介したエコホルダーの下に敷いているのがもう2年以上愛用しているこちらの商品。食洗機が主流のドイツですが、手洗いしたものを自然乾燥させたい時はこちらの上に直置きしています。吸水性も良く毛羽立ちにくいため使い心地もとてもいいんです。食器を拭くのもシンク周りの水を拭き上げるのも手を拭くためのタオルとしても全てこちらの布巾を使用しています。
残念ながらドイツの無印良品では取り扱いがないので、毎年の一時帰国のたびに日本の無印良品で必ず買って帰ってきます。とはいえ、使っていくうちに柔らかさが増し、大好きな風合いになっていくので、どうしても取れないシミがついてしまった時にだけ1年に1回取り替えます。洗う時は他の白物と一緒に毎日ガシガシ洗濯機と乾燥機をかけてしまっていますが、ボロボロになる気配がありません。5つ目は無印良品のシリコーン調理スプーン25センチと26センチです。細かな調理器具はすべてしまいたい。そんな私にとって我が家の引き出しにフィットしないレードルの形状がいつしか悩みの種となっていました。それを解決してくれたのがこの調理スプーン。絶妙な浅さのおかげでお味噌汁もよそえてしまう。炒め物にも使いやすいのに、先端部分が絶妙に柔らかいおかげでソースも具材も上手にすくえてしまう。取り分け用のスプーンとしても使える見た目も好きなところ。さらには食洗機下でありながら手洗いでも汚れがスルッと取れるノンストレスな使用感です。6つ目は無印良品のステンレスサラダトングストッパー付きです。サラダトングとしてだけではなく、スパゲッティをつかむトングとして私はよく使用しています。今まで持っていたスパゲッティトングはサイズ的にもデザイン的にも結構場所を取るのが悩みだったのですが、こちらを見つけてからは手放すことができました。持っているお鍋とフライパンがテフロン加工ではないので、炒め物などパスタ以外の料理にもガシガシ使っています。商品レビューではストッパーが降りてきやすいなどの意見も多かったのですが、個人的には両手を使わずに片手でさっと開け閉めできるので、むしろ気に入っています。ストッパーを外している時の開き具合も申し分なく、しっかり食材を挟めるのに、収納する時はコンパクトになってくれて助かっています。7つ目はウエルスジャパンの魔法のまな板です。基本は木のまな板が好きだけれど、お肉を切る時だけ衛生面が気になっていました。でもプラスチックのまな板は使いたくない。何かいいものはないかなと探していた時に、合成ゴムでできているというこちらのまな板を知りました。漂白剤、熱湯、食洗機 OK。 傷がつきにくく、滑りにくく、柔らかく、汁こぼれ防止の溝もあり、引っ掛け穴もある。私はしまって収納するけれど、とっても薄いのでしまう場所にも困りません。細やかな気配りがぎゅっと詰まった一枚です。8つ目はチーズグレーターです。チーズだけでなく、生姜やニンニク、トマトやレモンの皮、他にもいろいろすりおろしてます。お鍋やフライパンの真上からそのまますりおろしながら投入することもできるし、お皿の上に置いたまま削ることもできます。削る時の力もあまりいらないし、これ一本で料理の流れがとてもスムーズになりました。何より形がシュッとしているから収納に困ることがありません。9つ目はキントのキャストアイスティーグラス 350ml です。ガラス製品には目がない私、冷たい飲み物用のグラスを買うと決めた時に真っ先に選んだのがこちら。見た目の美しさだけでなく口当たりもいいんです。そして手に取ると驚くのがこの軽さ、110g しかないんです。それなのに電子レンジ、食洗機か、お値段も税込み660円と大変良心的。さりげないロゴも可愛くて見るたびに惚れ惚れしてしまいます。このコップで飲むお風呂上がりの一杯が最高に美味しいのです。また嬉しいのがヨーロッパ向けのオンラインストアがあること。シリーズ買いしたくなるほど気に入っているので、その欲求を抑えるのが大変です。10個目はイッタラのウルティマツーレキャンドルホルダー 65mm のクリアです。一度見かけた時から憧れていたこちらのキャンドルホルダー。去年のクリスマスに自分へのご褒美に2年越しの思いで購入しました。それからというものの、夏でも冬でも夜の一人時間には欠かせないアイテムとなっています。特にヨーロッパの冬は日照時間が短いので、優しいろうそくの明かりに何度も助けられました。
11個目はタニタのクッキングスケールです。いつから使っているかわからないほどずーっと同じものを愛用しています。電池交換の頻度もとても低く、最後に変えた日を全く思い出せないほどです。0.1g から最大 3kg まで計量でき、ミリリットルにも変換できるので、水や牛乳を計量カップを使わずに確認できます。ステンレス皿は外して洗えるので、長年の間清潔を保ちながら気持ちよく愛用することができています。12個目はハリオの V60 ドリップケトルボーの 800ml です。当たり前のように持ち続けていた電子ケトルが故障したのをきっかけに代わりに購入したのがこちら。次に買うならこれとずっと目星をつけていました。最近はコーヒーより紅茶派なので、ドリップケトルとしての役割はあまり果たしていないのだけれど、単純に注ぎ口から出てくるお湯がとても綺麗なので、注ぐたびに癒されています。注ぎ口にかけては洗うのが難しそうにも見えますが、実はとても簡単です。お酢とお湯を適量入れて沸騰させ、注ぎ口から流すだけで洗剤や特殊なブラシを使わずともケトルの中がピカピカになります。13個目はタークのフライパンとグリルパンです。小さい方はもともとは岐阜のもので、鉄のフライパンを使ったことない私にお試しで使わせてもらった後、そのまま譲っていただいたものです。鉄のフライパンはお手入れが難しいというイメージを私も持っていました。けれども実際は日々のお手入れも気負わずに使用できています。錆びないようにだけ注意して、水で洗った際にそのまま放置とかさえしなければ、あとは簡単です。むしろテフロン加工を気にせず使えるので、その分気が楽です。何よりただ焼くだけのシンプルな料理もいつもより美味しくなって毎回静かに驚きます。パンケーキも綺麗な焼き色がつきます。重さは確かにあるけれど、料理中はほとんど置いたままなので気になりません。グリルパンを選んだ理由は、とっておきにすることなくそのままオーブンに突っ込めるからです。私のグリルパンもいつか真っ黒になってほしいです。14個目はストーブのピコココットラウンドブラック24センチです。ずっと憧れがあったけどなかなか買えずにいたものの一つでした。いざ買ってみると後悔しないか心配だったのですが、それどころか大満足しています。無水調理、オーブン調理ができ、そのまま食卓にサーブしても絵になるし、見ているだけでも何を作ろうかなと自然に考えたくなるので不思議です。専用のレシピ本もたくさん発売されているというのも、自炊に対するモチベーションを上げてくれる要素の一つです。でもすごく重いのは確かなので、元気なうちにたくさん使いたいと思っています。15個目と16個目はティファールの小鍋と VMF のお鍋です。ステンレス製で丈夫なのにお手入れも楽です。コーティングされていないのですが、こびりついた時は水に浸しておけば簡単に取れます。どちらも当初はセットでの購入だったので、他のサイズやフライパンなども持っていました。フライパンはテフロン加工だったので、もうダメになってしまい手放し、お鍋もこの2つのサイズ以外ほとんど使っていなかったので手放しました。取っ手が取れるティファールの小鍋は、お味噌汁が残って冷蔵庫に入れたい時に収まりがいいし、軽く目盛りがついているのも助かります。VMF の大きいお鍋ではパスタを茹でることが多いです。お鍋の蓋はティファールの蓋が VMF にも使え、収納する時にも収まりが良かったので、こちらの2つだけを残しました。17個目はステンレスの足付きコランダーです。本来は水切りざるとして使うものですが、通気性も良く見た目もおしゃれなので、年中常備してあるリンゴ、玉ねぎ、ニンニク、生姜の定位置として使っています。出しっぱなしにしている理由は2つ。できる限り物を減らしたキッチンの中にもほんの少しのアクセントが欲しかったから。常温保存でき、ほぼ毎日使う食材はすぐ手に取れる位置で管理したいからです。18個目はアレッシーのフルーツバスケットです。こちらは2年前のクリスマスに義母からいただいたもの。
義母のお家ではいつもフルーツがきれいに盛り付けられていてとてもきれいなので、そのエッセンスを少し分けてもらえた気がして嬉しく大切に使っています。19個目は常滑焼きの急須です。ドイツのオンラインショップで買ったのですが、調べて質問したりしながら日本で手作りされている急須を買いました。常滑焼きはお茶の渋みを優しく取ってくれると言われています。実際のところ、私のような素人の舌ではちょっと違いがわからなかったんですが、ドイツにいながら日本が恋しくなった時、この急須で一人お茶を入れ飲んでいると心がゆっくり落ち着きを取り戻してくれる気がしています。一人分入れるのにちょうどいい大きさということもあり、日本茶だけでなく紅茶を入れる時もあります。香りが多少つくけれど、私専用なので好きに使っていいのです。20個目はモノのフィリオティーポット 1.5 リットルです。日本で取り扱っているお店が少なく、商品自体もすべて取り扱っているお店がないので紹介するか迷ったのですが、どこのですかと聞かれることが一番多いものなので紹介しようと思います。モノはドイツのブランドで工房もドイツにあります。ティーセットやカトラリーなどどれをとってもかっこいいモノのオリジナルのキッチンツールを取り扱っています。こちらのティーポットは数年前、今のお家に引っ越してきた記念にと購入したものです。普段使いからたまにゲストが来た時まで一年中使っています。特に冬は温かい紅茶をたくさん飲むので大容量なのが助かっています。ろうそくを下にセットするとティーウォーマーになるところもお気に入りです。ガラスの外し方などは正直コツを覚えるまでは四苦八苦したけれど、今は慣れました。以上がミニマリストの私が愛用しているキッチンアイテム20選でした。手放さずに残ったもの、時間をかけて少しずつ迎え入れたもの、どれも派手な存在ではありませんが、毎日の台所仕事を少し軽く心地よくしてくれる大切な道具たちです。一度に暮らしを整えることは難しくても、今あるものを見直し、本当に使いたいものを少しずつ選び直していくことで、台所で過ごす時間は確かに変わっていくのだと感じています。この動画が皆さんのキッチン作りの小さなヒントになれば嬉しいです。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ここで少しお知らせです。一人で密かに毎日話をしているポッドキャスト番組等身大ミニマリズムでは、日用品や食材の購入品紹介をビデオポッドキャスト風に配信したり、密な話やたまの夫婦対談も入れ込んで、いろいろ結構素に近い状態で話をしております。もしご興味がある方はたまにふらっと遊びに来ていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。